今日の調べてみたらのテーマはゴールデンウィーク目前で気になる行くのは大変でもそこでしか味わえない秘境グルメです。千葉県君津市ではなんかいる道中に野生動物が出現。その先で味わえるのはお店ありました。ブランド豚の絶品とんかつと地元食材を使った小鉢が7つも乗った贅沢な定食。さらに群馬県高崎市の山深い道の先には驚きの秘境グルメがありました。5分以上過ぎますと鮮度だんだん落ちてきます。賞味期限わずか5分。鮮度が命の超珍しい魚料理が目に入った。ということで今回は行くだけでもミニ旅行。何時間かけてでもどんなに遠くても食べに行きたい秘境グルメを調べてみました。まず最初に向かったのは新宿駅から電車でおよそ1時間50分東京都奥多摩町の河合駅が最寄りの秘境グルメの店です。自然に囲まれた駅の横には熊に注意を促す看板が。一体どんな場所にあるのでしょうか。聞き込みをしようとしましたが駅周辺には人が全く歩いていませんね。大通りに出ても車は通っているものの歩いている人の姿は見えません。そして地図を頼りに5分ほど歩くと、車通りがだいぶ少なくなってきました。人だけでなく車の交通量も一気に減る山道へ。行けども行けども林が続きます。すると10分後、目の前に住宅が見えてきたんですが、目的地ではなさそうですね。ようやく住宅を発見。こんにちは。住民の男性がいたのでお店について聞いてみると、中井さんっていうお店を探してるんですけど、はい、これ1キロぐらいと1キロぐらい行ったところ、わかりました。ありがとう。左側、ありがとうございます。1キロ先にある。その言葉を頼りに駅から歩き続けて25分。少し開けた住宅街に、そしてようやく見えてきたのが、あったありました。あそこのお店ですね。石垣の上に看板らしきものが。ここが目的の秘境グルメの店、中井です。のれんをくぐるとどこか懐かしい古民家、そしてその横には順番待ちのお客さんの姿が。話を聞くとわざわざ遠方から来る人が多いようで、こちらの60代の夫婦は。どちらからお越しになったんですか？今日は横浜からです。距離的に言うとどれぐらいあったんですか？80キロちょっとぐらいかな。20代の男女は、武蔵小杉から来ました。武蔵小杉から。じゃあ電車で来たって感じですか？電車で何時間？そうですね。南武線で立川まで行ってだから2時間ぐらいですかね。皆さん長時間かけてのご来店。そこまでして食べたいもの、それは釜飯を食べに来ました。
釜飯のも美味しいし、美味しい釜飯屋さんがあるよって聞いてました。中井名物の釜飯です。醤油やみりんなどで味付けした平竹しめじを日高昆布と鰹節から取ったお出汁でお米と一緒に炊き上げます。その上にいりごま、しめじの田舎煮などをのせたきのこ釜飯に具がたっぷり入った自家製の水炊きと刺身こんにゃくがセットになって1870円で味わえます。そのお味はちょっと甘めの醤油味で美味しかったなと思いました。きのこにしっかり味がついてて、ご飯もしっかり味がついててふっくらしててとっても美味しい釜飯でした。こちらの3人は2年前来店した際臨時休業だったそうで、それでリベンジで今日来たんですよ。全部美味しかったです。釜飯も美味しいし、スープも美味しかったし、味が良かったです。そう、家で作れないようなね、優しい味で美味しかったです。こちらの女性は10回以上来ている常連さんで、この日は友達を連れて来店。注文していたのは醤油などで味付けしたごぼう、人参、こんにゃく、鶏肉が入った炊き込みご飯に両面をこんがり焼いて甘めのタレを絡ませた鶏肉をのせたこのお店の人気メニュー、鶏ごぼう釜飯。こちらも水炊き、刺身こんにゃくなどがセットになって2200円です。美味しかったです。美味しかったです。バッチシです。鶏がね、とっても香ばしくて、柔らかくて美味しかったです。さらに、わざわざ来たくなるのにはこんな理由もあるようで。落ち着くね。こんなね、趣のあるね、家屋ってなかなかないしね。この山の中にね、あってね。このお庭とね、素敵ですよね。とっても素敵。景色も相まって美味しく感じるっていうのもあったと思います。ここまで食べに来る甲斐がありますね。続いて秘境グルメを求めて向かったのは千葉県君津市。東京からアクアラインを通りおよそ40分、房総半島の真ん中へ。市街地を抜けると山道に差し掛かりました。すると道中にはイノシシによる落石注意、またしても動物注意の看板がありました。野生動物の出没を警告する看板が。さらに車を走らせること15分。道幅は狭くなり、車1台通るのがやっとです。するとその時、目の前を走っていく謎の生物が。さらに、なんかいる。道路を横切っていた動物の正体は野生のキョンです。思わぬキョンとの遭遇もありながら、道路もさらに狭くなってきたため、車を降りてお店を探します。すると歩き始めて3分。営業中って書いてありますね。旗が見えます。こちら右手にありました。お店ありました。こちらですね。東京を出発しておよそ1時間、たどり着いたのは人里離れた場所に立つ古民家。こちらが
わざわざ来たくなる秘境グルメの店、食事処山桃です。早速中に入ってみると、店内は広々としていて明るく開放的。テラス席もあって四季折々の景観もまた格別。そしてその景色とともに楽しめるのが、地元の食材使ってて良さそうだなって思って。地元で採れたやっぱ野菜って味がちゃんとついてるから。地元の食材をふんだんに使った料理です。千葉県で採れた大きなアサリを6個。これを鍋で煮立たせて、加えるのはなんとお酒だけ。素材の味をふんだんに生かしたアサリの酒蒸しです。都内から来たという20代の女性は、一個一個本当に大きくってもう噛んだ瞬間アサリのエキスが溢れ出るような本当ミルキーな味わいでしたなんか東京にない味が楽しめたよねはい。アサリの酒蒸しはご飯、味噌汁、そして日替わりで7種類以上の小鉢がついて2000円です。この小鉢はすべてのメニューについてきて、もちろん使う食材は全部地元で採れたもの。春の食材、小松菜菜花と豚肉をニンニクやオリーブオイルなどで味付けした炒め物や、君津で栽培されている大豆、小糸在来の煮豆など、この日は合わせて7種類の小鉢が並びました。この小鉢のファンも多いようで、自然のものがねいっぱいあって自然食って感じでした。私はこういうの好きかも。さらに地元の食材を使った名物メニューは他にも。千葉県で採れた黒鯛と玉ねぎを叩いて塩、胡椒で味付けしたのはなめろう。これをフライパンの上で薄く伸ばします。両面にしっかりと焼き色をつけたら、房総半島の郷土料理さんが焼きの完成です。こちらにも7種類以上の小鉢がついて2000円で味わえます。横浜から自転車で来たという40代の女性は、お魚のハンバーグ的な感じですかね。はい。白身魚でできてるので、青臭さもなくてとてもさっぱりとして美味しくいただきました。そして中でも多くの人が注文するという名物メニューがありました。それがとんかつ。SPF 豚のとんかつ定食です。山桃名物のとんかつ定食です。使うのは千葉県産の SPF ポークのロース肉。これを 230g の大きさに切り分け、衣をつけたら160度の低温でじっくり2度揚げ。こうすることでサクサクとした食感や柔らかくジューシーな味わいになるといいます。これをカットして千切りキャベツと一緒にお皿に盛り付けたら、SPF ポークの極上ロースとんかつ定食。もちろん小鉢がついて2300円です。
そのお味は？すごい柔らかい。脂身あるんですけど全然脂っぽくなくて、むしろさっぱりしてて、厚みがもうこんな厚くてすっごく美味しかったです。柔らかかったです。初めて来たという男性、実は美味しい豚肉が入るっていうんで一回来たかったんです、前一回来たんですけどここまでたどり着けなかったんです念願のとんかつ、思わず取材スタッフに。食べました。美味しいですね迷ってでも来た甲斐があったようです。続いての秘境グルメの店は群馬県高崎市。新幹線で JR 高崎駅まで行き、そこから車で国道18号線を進みます。1時間ほど走り、郊外に抜けると車通りが完全になくなってしまいました。人気のない山道に、さらに5分ほど車を走らせたその時、なんか人がいますね。人がいます。車も止まってます。あれか。東京から電車と車でおよそ2時間。やってきたのは創業52年のビクヤです。オープン直後から店の前にはすでに大行列が。20人近いお客さんが並んでいました。やはり遠方から来る人は多いようで。水戸です。水戸から、こういうところにあれ乗ってるか見てびっくりしました。さらに長野県から車でやってきたというこちらの男性たちは、今日は朝8時半に出て、ね、8時半に出て、お店に着いたのはさっき11時半。11時半。遠くからでもわざわざ食べに来たい料理とは一体？早速店の中へ入ってみると、店内は昔ながらの山小屋のような作りで、大きないろりも。ここで味わえる秘境グルメが。魚もすごい美味しかったので、それですごい気に入ってて、まずやっぱりイワナが食べたいかなっていうのはありますけど、イワナだけ食べに来てます。注文ごとにいけすからすくい上げて調理する新鮮なイワナ料理です。いろりの火加減を整えたら、その中に下処理をしたイワナを刺し、およそ30分かけてじっくりと火を通します。岩塩だけでシンプルに味付けをしたイワナの塩焼きは825円です。初めて訪れたというこちらの男性は背中からガブリ。お連れの女性は頭から丸かじりです。頭まで食べることはめったにないんですけども、このはちゃんと全部なくなるぐらい、食べちゃったんで、骨も柔らかくて身もホクホクして食べやすかったです。自家製の山椒味噌をたっぷり塗り込んだイワナの山椒味噌焼きも1匹825円でいただけます。さらに人気の食べ方はもう一つ。高温の油でカラッと揚げて、塩と山椒で味付けをしたイワナの唐揚げは880円です。
小さなお子さんでもパクパク食べられます。美味しい。そしてこのお店にはさらなる驚きの秘境グルメが。それが尻尾の方がこう動く感じにちょっとハマってしまいました。踊り食いですよね。ヤマメの踊り食い。生のヤマメを酢と醤油につけていただくヤマメの踊り食い。1人前5尾で1375円です。新鮮じゃないと生で食べることができません。そのため5分以上過ぎますと鮮度だんだん落ちてきます。わかりました。なるはやでどうぞ。なるはやで、はい。賞味期限はたったの5分。席に料理が届くや否やすぐに口に運びます。3分の1ぐらい。すると目に入った。噛んだ瞬間、尻尾が上下にパタパタ動きました。こちらの席でも気になるそのお味は。白身魚の刺身みたいなカンパチよりなんだけど、なんかそれよりちょっと後味すっきりしてるというかさっぱりしてさっぱりしてる、美味しかった。こんな山の中でこんな美味しいボリュームのある魚料理が食べれるとは思ってなかったです。ということで人里離れた秘境グルメを調べてみたら、苦労してたどり着いたお店は料理も場所も非日常。食べに行くだけで旅行気分が味わえることが分かりました。